どうも、ベトナム在住のウキツです。3週間ぶりかな、またこのスーパーカブに戻ってきました。作業をね、やっていきたいと思います。このカブね、まだフレームの塗装が完全に終わってないんですけど、今日ちょっとこのフロントフォークやっていきたいと思うんですよ。やっていきたいというかね、実はこいつがもう使えないんだな。ライト消した方がわかるね。というかその前に、要は穴が開いてるんですけども、こいつがねもうちょっとダメなんですよね。ここは映ってんのかな、一箇所なんだけども、ここどこかにあったよな、もう一個でこっち側ですよ。もうこれがねひどいことになって、切り取り線状態ですよね。でそうだ、この裏側だ、こことかね。だから反対側もどっかあったんだよな。ベトナムではね、こんな風になったのも溶接で直したりとかするんですけどね、もう多分これドライバーで穴開くんじゃないのかな。ここはいったいった。こっちもアウトやね。ここがダメだ。ザクザクっとね。こいつはね諦めて他のやつを使います。これがさっきのダメなやつですね。で同じタイプのやつをねもう一個持ってて、これがね昔知らないで間違えて買ったんですけど、リトルカブのだったんですよ。で本当はねこっちの方使いたいなと思ったんですけど、これね穴は開いてないんだけども、触るとねあっちこっち怪しいんだよね。怪しいというか、もうここがねダメなんだすごいことになってるんですよ。今写真の方をね撮ったんですけども、これもいつ穴開くかわかんないんでね、やめといてこのリトルカブの使います。でなんせ間違えて買ったぐらいなんでね、いろいろ知らなかったんですが、リトルカブはここの穴のサイズがネジ穴が M6 なのかな、細い上に角度が違ったんですけどね、実はこれ前に他のカブでつけてたんで、無理やり溶接して、で穴の位置を変えてでっかな M8 をね開け直してあります。それともう一個が、ここの寸法がねいろいろと違ってたんですよ。でこれに関してもね、なんせ一回このフロントフォーク使ってるんで、こいつかちゃんとね普通のスーパーカブにつけれるように金具をね削って、金具というか留め具、ボルトナットナットか、これをね削って使えるようにしてあるんで、確かこれで調整はうまくいってたはずなんで、こいつを使っていきます。そんなとこかな。ちょろちょろとサビはあるんですけどね、これもなんせ以前私がスプレー缶で色塗ってるんで、その上からねまた今回ははけ塗り塗装でね色を塗っちゃいます。なんでネジ穴がこんなことになってる？潰れかけ？なんでこんな硬い？だからいけた。うわ完全に潰れてるというか、噛んでないじゃん。なんかこれもコピー部品なんでね、新しいのにします。
さあこれでいけんのかな。これもね食器用たわしで食器用洗剤使ってね足つけ兼洗浄やっておきます。よし、ざくっとこんな感じでいいでしょう。これね足つけ洗浄後乾いたんで、ちょっとまずは錆止めをねこの中塗っておきたいと思います。やっぱり中が錆びるのはやばいんでね。それとこいつは寸切りボルトですね。寸切りボルトをナットでホイールに固定して仮の塗装台作ってます。とりあえずまずこんなか。ついでにねこれずいぶん前に錆止め剤塗ってそのまま放置してたメインスタンド、これもね錆止めをちょっと塗っておきます。さあこれでね、ちょっと塗りすぎたのもあるんだけども、1日乾燥させてね明日本塗りの方やりたいと思います。本塗装の方ねやっていきたいんで、まずはアルコールで掃除していきます。3週間置いてたけど、このハケは水につけたハケはダメだ、硬くなってる。新しいの使おう。新しいのでねいきます。じゃあこれでねちょっとなだらか滑らかにしていきます。フロントフォークの方ね1回目終わったんで、この車体のねメインフレームの裏側の方だけやっておきます。こいつも車体番号だけはねマスキングしておかないと潰れちゃうんでね、字がね。とりあえずねこれで両方とも一度塗りは終わりました。もう一回塗るんですけども、それはねもう動画にしないで作業だけしておきます。なんでね今日はここまでです。それではまた。